一番大事なのがとにかく乾いたらやる、乾いてないならやらない。だからやっぱそのせめて高さね、推奨は50センチ、地面から。触りすぎ、もう針金はするわ、目切りはするわ、植え替えするわとかね、もう1日2日の間にもう3つ4つやっちゃうとか、そんなも良くないですね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回はですね、盆栽を枯らしてしまう人がねやってしまうこと3選ということで、ご紹介していこうと思うんですけども、王道のあたりを今回は喋ってみようかなと。で本題に入る前に少しだけお時間ください。また今もまだねメールマガジンずっと継続して更新しております。概要欄からメールアドレスで無料で届きますんで、よかったらそっちもご利用くださいということで、こっちも出しましょうかね。枯らす人がやっていること3選ということでね、3つ考えてみました。1つ目、水やりが適切でない、置き場が良くない、触りすぎと。少しお時間ください。YouTube やねメルマガでたくさんお話ししてきたんですけども、やっぱ初心者の方から最初ねどこから学べばいいかわからないというお声をたくさんお聞きします。まずやっぱ盆栽で一番大事なことっていうのはやっぱ最初の1年枯らさないことだと思うんですよね。でまずはもう水やり置き場からで、それをねしっかりとね管理を体系的に学べるウェブ講座を作りました。盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版ということでね、3980円で販売中でございます。詳しくは概要欄の方を見ていただいたらありますんで、そちらからご購入いただいて、お勉強していただけたらなと思います。よろしくお願いします。こっちも出しましょうかね。枯らす人がやっていること3選ということでね、3つ考えてみました。1つ目、水やりが適切でない、置き場が良くない、触りすぎと。もう水やりはね、もう僕のチャンネルでもずっともう水やりってね、とにかく水やり大事ですよぐらいでもうずっと言ってますけど、やっぱり日々ねYouTube もやり始めても丸8年ぐらい経ってますがね、いろんな方からその間ねご質問を受けて回答させていただきましたけど、やっぱね水やり大事だなって改めて思いますね。なんかホームセンターで買ったのが調子悪いんだけどみたいな質問も写真付きでねこの間いただいて、で腐葉土のようなねのがしっかり混ざったポットの中にね、五葉松のポットの中に腐葉土みたいなもう泥のような用土でしたね。僕がおすすめしてるのは用土の種類は何でもええ、極端に言ったら何でもええという言い方してるんですけど、とにかく粒の大きさは3ミリ前後とかなサイズの粒ではあってほしいとは合わせて言ってきてるんですね。だからその粉っぽい泥っぽいようなのはどんな用土でもいいですよ言いながら、それは良くないって言ってきてるんですけど、そういう用土が入ったら水やりがね極端に難しくなるみたいでね、やっぱり、枯らしてしまうみたいな。だから用土との関係性も含めた水やり大事ってで、一番大事なのがとにかく乾いたらやる、乾いてないならやらない。でもう一つちょっと付け加えたらいいなと思うのが、最近は中の鉢の中ポットとか鉢の中の水分が水やりの時にしっかりねそのかかる新しい水ともともとその中にあった古い水が入れ替わるような水やりって結構大事なんじゃないかなと思うようになりましたね。古い水が中に溜まってたらそれが腐ってね、腐ったとこから根とかにまた悪い影響があるんじゃないかなと今、確証はないんですけど結構それも大事なんじゃないかなと思ってきました。ちょっと水やりね、よく言うのは春は1日1回とか夏は1日2回とかね、冬は2日に1回みたいな、そういうオーソドックスな話もありますけど、ちょっとね水やりの中でもちょっと最近僕が思っていることを今喋らせていただきました。次、置き場が良くない、
単純にね日当たり悪いとこは、樹種にもよりますけど、特に黒松とかね、こういう日当たりが太陽が好きな木はね日当たりいい方がいいですね。だからもう両方がもう壁に囲まれたようなとことかね、極端に言うと室内とかは、置き場が良くない方にはなっていきますね。最近だったらちょっと室内でもその植物用のライトをね1箇所か2箇所か、1箇所でちょっと心もたいな、2箇所3箇所から照らしてあげたら結構育つみたいなのもあったりするんで、ちょっとねまたそこら辺も勉強していかないとと思いますけど、置き場が良くないと言ったら基本日当たりが良くない。あと極端なところで言うと地べたに置くみたいなのも良くないですね。コンクリートなりでも地べたに置いたら今度多分めっちゃ照り返し暑かったりとか、あと当然外で置いてるはずなんで、雨とか降ったら地面濡れますわね。で濡れたとこから菌が、登ってきたりして木を枯らすみたいなとかね。だからその地べたはダメだから、やっぱそのせめて高さね、推奨は50センチ地面から。で30センチでも開けときゃどうにかなるかなと。下が完全泥だったら50センチぐらいあったらいいなというところはありますね。あと置くその下の材質ですね。鉄板とかも良くないですね。やっぱり木が一番いいのかなと思います。で鉄板はダメだけど金網とかは案外ええんかなっていうね。下がねスカスカになってるんでね、空気が通るんで、風とかね、だからそれで熱くなりにくい。鉄板がダメなのはその夏とかもすごい暑さになるので、さすがに木に悪いと思います。下がもうね卵焼きが焼けるぐらい熱い鉄板の上に盆栽を置いたらさすがに良くないだろうなと思いますね。はい。置き場が良くないはそれぐらいかな。あと最後触りすぎ。はい。よく聞く例では毎年植え替えするみたいなんで枯らす方聞きますね。いろんな触りすぎの例ありますけど、毎年植え替えが多分一番悪いんちゃうかなと思いますね。あと隣ねこれ黒松針金がっちりかけてますけど、ここまでがっちりかけて葉っぱも減らしてね、葉っぱの先もちょっと切り揃えてますけど、ここまでやったらやっぱちょっと、植え替えすぐというよりかはちょっと枝葉が落ち着いてから植え替えとかね、インターバルはあった方がいいかなとは思いますね。だから触りすぎ、もう針金はするわ、目切りはするわ、植え替えするわとかね、もう1日2日の間にもう3つ4つやっちゃうとか、そんなも良くないですね。はい、実際案外ね盆栽、雑木類は意外と手間かかるかもわからんですけど、松とかって年間の作業言うほどないんですね。黒松でも目切りと、古葉取り、葉見知りみたいなんと、植え替えは3、4年に1回でしょ。針金も毎年かけるもんでないんで、全部固まったとして4つぐらい、針金植え替えしないね、その年なんかもう2つぐらいしか作業ないんでね、案外ね触りたくなっちゃうんですけど、そこは我慢ということで、はい、今日はこれぐらいかな。枯らす人がやってること3選ということで、水やりが適切でない、置き場が良くない、触りすぎ、特に植え替えは毎年しないでくださいね、絶対に。やめましょう。それはもう絶対で言い切ります。これぐらいですかね。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。